人生をより豊かに生きるためにこのランニングっていうのは僕にとってすごい重要な要素だったな。本当に自然の音とか自然に囲まれながらこうスポーツすることの素晴らしさっていうのをこのセグメントで私は感じます。東山は標高が481メートル、位置的に自分の家に近い。距離に対してすごく斜度が高い。多様なこう顔を見せるというか、フラットな部分だったりとか、森に囲まれているようなところだったりとか、いろんな側面っていうのをセグメント上で見せてくれる一番好きなセグメントです。スカイランニングって比較的新しいスポーツで、登山の一種スタイル、いかに速くいかに軽く登るか、垂直方向へのマインドというか、究極その山と向き合うっていうところで自分と向き合うというか、まず自分自身と競争してそれを達成する、お互いの競争心じゃないですけれども、そういったところが刺激されて、僕自身もタイムが伸びたし、実際負けることもあるし勝つこともあるし、負けてもポジティブな気持ちになるっていう感じですかね。この道のりを辛いと思うのも楽しいと思うのも結局自分次第。僕自身東京に7年間住んでたんですけれども、大学から福祉の勉強をしていて、ベンチャーでちょっと挑戦しようっていうふうに思って3年間やったんですけれども、なんかちょっと違うなと思って、人生の目標を失ってたというか、運動もせずにモヤモヤした気持ちを抱えてたな。体を動かすと心が動くじゃないですけど、すごく心が軽くなったなっていうふうに思っていて、こんな経験をこのスカイランニングっていうスポーツをして、誰かが味わってもらえればなっていうふうに思う。美味しい。りょうちゃんも行く？桐生市は非常に長い歴史を持った町で、山が綺麗で山が近くて、かつ川もすごく綺麗で、自然環境にすごく恵まれた魅力的な町なのかなと。東山のタイムアタックにチャレンジするときは基本的に一人でやります。一方で心の許せるメンバーで話しながらセグメントを楽しむこともあります。中学校の方でも応援してくれるとね、なんか盛り上がるっていうか。こんにちは。来た。今日の目標はズバリ。今日は15分20秒。チームメイトの千野さんが、おそらく3年ぐらい前にこのバーティカルセグメントを作ってくれて、2019年ぐらいにストラバを使い始めて、今まではアナログで回数とかタイム管理してたんですけど、いつ行ったとか何回登ったとか何分で登ったっていうところが管理できる便利なところかな。この東山で多分峯岸のことを知らないっていう人はいないっていうぐらい、彼自身ほぼ毎日登ってますし、少年みたいな少年ですよね。本当に興味のあるものが何でもやってみるみたいな。発案から実行まで結構先頭に立ってやってくれる。どういうことをやったらみんなが喜んでくれるんだろう、常に考えてるような、すごく刺激を受けてます、彼には。僕37なんですけど、15歳の泰造に抜かれて、彼が15分台出したんですけれども、本当に悔しい。スカイランニングを始めたのは今年の2月で約8ヶ月です。最初は本当にコテンパにやっつけて、これがスカイランニングだっていう風なのを見せたところ、ドハマりして、やるからにはやっぱり日本を背負って頑張る。この東山っていう山域を生かして世界に羽ばたけるようなアスリートをこの山から出したい、次の世代に伝えていくっていうことが僕の役目なんかなっていうふうには思っています。ラストラスト、プッシュプッシュ、ゴーゴー。山で出会う人ってみんな魅力的で、それぞれ
過去にやっぱり陸上やってた人もいれば、山登りから始めた人とか、東山登り始めてきっかけでスカイランニングのチームに入ったとか。世代も違いますし、仕事も違う。多分こう山を通さなかったらこう会ってない人たちだったと思うんですよね。ストラバってすごい素敵だなって思うのが、過去と今と未来とこうつながるっていうことなんですよ。例えば過去の自分と競争するっていう部分もあるし、現在の部分ではそのコミュニティメンバーとこう切磋琢磨しているところも楽しめて、さらに未来っていうところでは僕の息子がきっと桐生で育っていった時に、この山をうちの親父は何分で駆け上がってきたんだと。16分、親父すげえ努力してたじゃん。未来へのメッセージというか、若い世代の育成っていうのがどうしても欠かせないというところがあって、だから泰造みたいに世界を目指せるような子たちに一流スポーツとして環境を整えていくっていう今思ってます。